お前レベルの仕事なら、これくらいの金で動くだろ？向かいのコンビニで、ウーロン茶とポテチ買ってこいよ。喉カラカラでしょうがねえんだよ。ああ、俺の分のビールも頼むわ。お釣りはくれてやるからさ。嬉しいだろ？同窓会で再会し、医者になった同級生からの言葉に眉をしかめる。彼は財布を取り出すと、1万円札を俺に突き出した。その横柄な態度に、他の同級生が苦言を呈す。おい、使い走りにすんなよ。いいじゃん。工場勤務なら上からの指示に従うの慣れてるでしょ。俺とは違って。それにしても工場勤務か。まあお前らしいよな。部品作りとか。単純作業って頭使わねえし、誰でもできるじゃん。お前昔からどんくさかったもんな。その言葉には明らかに俺を見下す響きがあった。その時、会場の入り口から颯爽とした足音が響いた。あなた、まさかそんな態度で普段から人に接しているの？透明感のある涼やかな声に場の空気が一瞬で凍りついた。そこには一人の女性が立っていた。すらりとした長身に知的な印象を与える黒縁の眼鏡。肩まで伸びた艶やかな黒髪が白のジャケットに映える。凛とした佇まいは周囲の視線を自然と集めていた。あなたがどうしてここに？同級生の顔から血の気が引いていく。あら、私がなぜここにいるかって？うちの病院に勤めていながら、そんなことも知らないんですね。私がここにいる理由はね、彼よ。彼女の口元は小さな笑みを浮かべながら俺の手を取る。この開口が、俺たちの運命を大きく変えることになるのだが、その時はまだ誰も知る由もなかった。俺の名前は小野修斗。今年で32歳になる。地元の中堅メーカー、松本工業で製造部門に所属している。工場の中でプレス機の規則正しい音が響く。金属同士がぶつかり合う音は聞き慣れた日常の音だった。検査ラインを流れる医療機器の部品を目で追いながら、今夜の同窓会のことを考えていた。松本工業は創業60年の歴史を持つ総合部品メーカーだ。大手メーカーの一次下請けとして様々な重要部品を製造している。俺は製造部門で医療機器の精密部品の開発を担当している。新しい加工技術を研究したり、より性能の高い部品を設計したり、人の命を預かる重要な部品だけにミスは許されない。もし設計に問題があれば患者の命に関わる。その責任は重いが、だからこそやりがいを感じている。人の命を救える部品を作る。その思いが俺の仕事の原動力になっているんだ。よし、今日はここまでにするか。夕方6時、いつもより1時間早く仕事を切り上げ、駅前のホテルに向かった。今日は高校の同窓会。15年ぶりに同級生たちが集まることで、正直、少し緊張していた。会場に入ると、すでに数人が集まっていた。おう、シュートじゃないか。声の主は、かつての野球部のエースだった村上だ。明るい性格は変わっていない。久しぶり、相変わらずだな。お前こそ、ちょっと痩せた？いや、むしろ太った方だよ。懐かしい顔ぶれが次々と集まってきた。シュート覚えてる？文化祭の出し物で、お前が急遽ジュリエット役やることになった時のこと。教室の後ろで、いつも居眠りをしていた田中が声をかけてきた。今は実家の工務店を継いでいるという。あれは完全にお前のせいだろう。当日になって風邪ひくとか言い出して。いやいや、本当に熱出てたって。でもお前のドレス姿、最高だったよな。やめろって。思い出したくもねえよ。笑い声が会場に響く。昔話に花が咲く中、ひときわ目立つ存在が現れた。加山隆明。高校時代からの優等生で、現在は医者だ。高級そうなスーツに身を包み、腕には見るからに高価な時計。その立ち振る舞いには、エリートとしての自信が滲み出ていた。加山は、みんなの近況を聞いた後、俺の状況を知ってこう言った。で、小野は？
まるで他の同級生とは明らかに線引きするような冷ややかな口調。ああ、松本工業っていう工場で製造の仕事を。その瞬間、香山の口元が歪んだ。へえ、工場勤務か。まあ、お前らしいよな。その言葉には明らかに見下すような響きがあった。部品作りか。単純作業って感じ？わざとらしく同情するような目で俺を見る。いや、医療機器の開発を。ああ、ネジとかボルトみたいなやつ？香山は高笑いを上げた。その笑い声に、まるで工場で働くことなど、取るに足らないと言わんばかりの侮蔑が込められていた。おい、香山は財布から1万円札を取り出すと、俺の胸に押し当てた。お前レベルの仕事なら、これくらいの金で動くだろ？向かいのコンビニでウーロン茶とポテチ買ってこいよ。喉カラカラでしょうがねえんだよ。あ、俺の分のビールも頼むわ。お釣りは、まあ、チップってことで恵んでやるよ。嘲笑うような目で俺を見下ろす。その横柄な態度に村上が眉を潜めた。おい、シュートを使い走りにすんなよ。いいじゃん。工場なら上からの指示に従うの慣れてるでしょ。それにしても工場勤務か。まあお前らしいよな。部品作りとか単純作業って頭使わねえし、誰でもできるじゃん。お前昔からどんくさかったもんな。香山は高笑いを上げた。その言葉に俺の記憶は15年前へと遡った。高校2年の春、実は俺と香山は親友と呼べる仲だった。放課後の教室で2人、将来の夢を語り合ったものだ。俺さ、絶対大病院の医者になるんだ。親父みたいな町医者じゃなくてさ。香山の父は市内で香山クリニックを営む院長だった。祖父の代から続く町の小さな内科医院。規模は大きくなかったが、地域の人々からの信頼は厚く、いつも患者で賑わっていた。でも香山には、それが物足りなかったのかもしれない。すげえな。俺なんか、まだ何になりたいか決まってないよ。お前手先器用だし、細かいとこまでよく見えるよな。技術系とか向いてんじゃない？そうかな。ああ、でも、勉強はもっとしろよ。このままじゃ高専も無理だぞ。香山は俺のノートを覗き込みながら数学を教えてくれた。それが変わったのは、高校3年生の秋、進路希望調査を作っていた時期からだった。へえ、小野って今時高卒で働くの？周りの生徒に聞こえるように、香山がわざと大きな声で言った。実は俺には複雑な家庭の事情があった。父は10年前に病気で他界。母は昼も夜もパートを掛け持ちして、俺と妹を育ててくれた。妹はまだ中学生で、これから高校受験。母の疲れた背中を見るたびに、一日でも早く働いて家計を助けたいと思っていた。大学へ行きたい気持ちがなかったわけじゃない。でも、母の目の下のクマが濃くなるたびに、胸が締め付けられた。夜勤明けなのに、妹の弁当を作る母の手が震えているのを見るたび、胸の奥が痛んだ。妹の制服代や学費、塾代。これ以上母に無理をさせたくなかった。学校の図書館で見つけた工業系の本をこっそり読み漁った。昼休みも放課後も、独学で勉強を重ねた。手に職をつけて、一日でも早く家族を楽にしてあげたい。そんな思いだけで一生懸命に知識を詰め込んだ。聞いたことない工場名だな。まあ、お前には合ってるかもな。香山の言葉に反論することもできた。松本工業は創業60年の歴史ある会社で高い技術力を持っていること。独自の金属加工技術が医療機器メーカーからも注目されていること。でも、そんな説明は意味がなかった。香山には家族のために一生懸命生きる者の気持ちなんてきっとわからないだろうから。なぜ彼の態度が変わったのか、俺にはわからなかった。ただ、成績や進路という目に見える形で差がついたとき、香山は俺を見下すようになった。そして今、15年の時を経て、その態度は変わっていなかった。おい、小野、まだコンビニ行ってないの？香山は
一万円札をひらひらと仰ぐように振りながら、あざけるような目で俺を見下ろした。ほら、これ見えてる？お金だよ、お金。工場の給料じゃ、普段見ないような大金かもしれないけどさ、早く行けって言ってんの。わかる？それとも、工場じゃ指示も理解できないような低学歴しか採用してないわけ？高笑いを上げながら、一万円札を床に落として、靴先で弾くように蹴る。ほら、拾えよ。それくらいできるでしょ。工場の雑用なんて、物拾って運ぶだけなんだろ。その時、会場の入り口から颯爽とした足音が響いた。カチカチカチ。ハイヒールの鋭い足音が、まるで時を刻むように規則正しく響く。それは次第に近づいてきて、香山先生？まさかそんな態度で、普段から人に接しているの？透明感のある涼やかな声に、場の空気が一瞬で凍りついた。その場にいた全員が、まるで息を止めたかのように静まり返る。そこに佇んでいたのは、一人の美しい女性だった。すらりとした長身から漂うオーラは、まさに女王のよう。知的な印象を与える黒縁のメガネの奥には、凛として冴え渡る瞳。肩まで伸びた艶やかな黒髪が、白のジャケットに生えて、より一層その存在感を際立たせている。その場の空気が一変した。誰もが息を飲むような美しさと、威厳をまとった彼女は、まっすぐに香山を見つめていた。桜井さん。香山の声が震える。今まで高圧的な態度をとっていた彼の顔から、みるみるうちに血の気が引いていった。今や彼の表情には、恐れとも焦りともつかない感情が浮かんでいる。どうしてここに？その声は、先ほどまでの尊大さを完全に失っていた。あら、先生。彼女の口元に、小さな、しかし、底知れない冷たさを含んだ笑みが浮かぶ。私がなぜここにいるかって、うちの病院にいながら、そんなことも知らないんですね。その一言一言が、まるで刃物のように鋭く、香山の傲慢さを切り裂いていく。誰もが、次に起こることを固唾を飲んで見守っていた。俺は知っている。彼女は、桜井病院の院長の娘だ。地上15階建ての近代的な建物は、この地域最大の総合病院として知られている。救命救急センターに始まり、高度な医療設備を完備。医師だけでも200人以上が在籍している事務局長でもある彼女は、そんな巨大病院の運営を担う重要な存在だった。医療機器の選定から人事まで、彼女の決定が病院の将来を左右すると言っても過言ではない。そんな彼女は、俺の方をちらりと見た。おまけに、小野さんのことも知らないみたいですし。私、松本工業さんとの商談で来たのよ。そうなんですね。桜井さんの病院が、そんなに彼のところで、お世話になっているとは知りませんでした。そう香山が言うと、桜井さんは首をかしげた。不思議ですね。私たちの病院で使っている最新の人工心臓。その重要な部品を開発したのが、小野さんだって知らなかったんですか？桜井さんの言葉に、香山の表情が凍りつく。小野が、人工心臓の。香山は信じられないものを見る目で、俺を見つめた。5年近く前から、心臓病の患者さんを救うための研究開発に携わってもらっているんです。と、桜井さんが説明を続ける。小野さんの開発した部品のおかげで多くの命が救われている。それを主治医のあなたが知らないなんて。それは、もちろん知っていますよ。彼を立てるために知らないふりを。苦しい言い訳だ。だが、俺としてはこの話はあまり広げたくない。俺は桜井さんに話しかけた。桜井さん、商談の時間は確か1時間後だと思うのですが。慌てて腕時計を確認する彼女の仕草には、さっきまでの威厳は微塵もない。純粋に困惑した表情で、頬を染めながら謝る。ごめんなさい。時間を勘違いしていたわ。その仕草に場の緊張が少し緩んだ。しかし、桜井さんはすぐに香山の方を向くと、再び凛とした表情を取り戻した。でも、
これも何かの縁かもしれませんね。香山先生にはぜひ知っておいていただきたいことがありますから。彼の工場は医療業界の救世主なのよ。桜井さんの声には静かな怒りが滲んでいた。松本工業はもう町工場なんかじゃない。年商50億を超える医療機器の精密部品メーカー。特に人工心肺装置の部品においては世界でもトップクラスの技術力を持っているの。香山の顔がこわばる。そして彼はその次期社長候補、30代にして製造部門の工場長を任されている。新しい医療機器の開発プロジェクトのトップも務めているわ。日本中の大病院が彼の開発した部品を使っているのよ。私たちの病院だって彼がいなければ多くの手術ができない。そんな大切な取引先の担当者をあなたは使い走りにしようとした。わかる？これがどれだけ重大なことか。香山の表情が再びこわばっていく。このまま場の空気が再び凍りつくのを感じた俺は、とっさに会話に割って入った。桜井さん。柔らかな口調で声をかける。予定より早いですが、せっかくなので、商談の話を外でさせていただけますか。カフェでもご案内させていただきます。桜井さんの表情がさっと和らいだ。そうしましょう。こんなところで立ち話もなんですしね。そうしてホテルを出た俺たちは、通りを挟んで向かい側にある落ち着いた雰囲気のカフェに入った。窓際の席に座り、コーヒーを注文する。夕暮れの柔らかな光がテーブルに優しい影を落としていた。桜井さん、ちょっとおっちょこちょいですよね。1時間も間違えるなんて。思わず口をついて出た言葉に自分でもびっくりした。あら、桜井さんが眉を上げる。そんなこと言うなんて、契約打ち切っちゃいましょうか？すみません。桜井さんが柔らかく笑う。冗談です。むしろ、あなたのところとの契約が切れたら、困るのはうちの方だわ。桜井さんは窓の外を見つめながら真摯な表情で続けた。本当は、松本工業さんの技術には助けられています。特に、あなたが開発した人工心臓の部品は、私たちの病院の誇りなんです。あの部品のおかげで、どれだけの命が救われたことか。その言葉の後、静かな空気が流れる。夕暮れの柔らかな光が、テーブルに優しい影を落としていた。二人の間に、何とも言えない間が生まれる。桜井さんの横顔が、オレンジ色の光に照らされて、どこか物思いにふけっているように見えた。会話が途切れた瞬間、俺は気になっていたことを聞いてみた。桜井さん、体調の方はどうですか？桜井さんが首をかしげる。すこぶる元気ですけど、どうして？いや、その瞬間、ウェイターがコーヒーを運んできた。俺は言葉をコーヒーと共に飲み込む。不自然だっただろうか。俺は深く追求されないように話題を変えた。商談は滞りなく終わり、桜井さんは次の打ち合わせの日程を確認してきた。では、また病院でお会いしましょう。はい、よろしくお願いします。そうして、彼女は俺に手を振りながら去っていく。彼女が曲がり角で消えるまで、俺は目をそらすことができなかった。次の打ち合わせの日、桜井病院の廊下を歩いていると、ナースステーションから噂話が耳に入ってきた。白衣姿の看護師たちがカルテを手に持ちながらひそひそと話している。桜井さん、また怒鳴ってたみたいね。昔はあんなじゃなかったのに。ほら、結婚を考えてた人に振られてから、ずいぶん怒りっぽくなったって。看護師たちがナースステーション越しにひそひそと話している。思わず咳払いをすると、看護師たちは罰が悪そうな表情で、さっと姿を消した。午前の日差しが白い廊下に明るい光のラインを作る中、桜井さんが現れた。あら、噂話聞いちゃいました。落ち着いた声で桜井さんが言う。いえ、気にしてないわ。だから大丈夫。桜井さんは窓の外を見つめながら淡々と言い、俺を会議室に案内してくれる。最近、自分でもわかるのよ。ちょっと怒りっぽくなってるなって。自重気味に笑いながら、桜井さんは椅子に腰掛けた。
昔はもっと穏やかだったんだけどな。スタッフにも申し訳ないわ。ああ、そうだ。俺は話題を変えようと、カバンから紙袋を取り出した。これ、差し入れです。まあ、桜井さんが包みを開けると、香ばしい匂いが漂う。美味しそう。いつも美味しいものを持ってきてくれて、ありがとうございます。和菓子を一つ口に運び、桜井さんの表情が明るくなる。俺は少しためらいながらも言葉を選んで話し始めた。桜井さん、さっきの噂話なんですけど、最近イライラすることが増えてるって。あら、桜井さんが少し困ったように微笑む。実はね、最近忘れっぽくて、約束の時間を間違えたり、書類の置き場所がわからなくなったり、昨日の商談の時間もそう。単なる疲れかもしれないけれど、彼女は自重気味に笑いながら続けた。それで、指摘されると余計にイライラしちゃって、もしかして若年性認知症なんて考えることもあるわ。明るく言おうとする声に、かすかな不安が混じっているのが分かった。念のため、検査を受けようかなって思ってるの。でも、怖いのよね。桜井さんは、窓に映る自分の姿を見つめながら続けた。今までの記憶が全部消えてしまったら、でも、まあ、私なんかが忘れちゃっても誰も困らないでしょうけど。苦笑いを浮かべながら言葉を重ねていく。私のことなんて、きっとみんな厳しすぎる事務局長だって思ってるんだろうな。そもそも、慕われてるわけでもないし、多分私がいなくなっても誰も。それは違います。俺は静かに、しかし力強く言った。桜井さんが厳しいのは、みんなのことを考えてのことでしょう。患者さんの命がかかってるんだから。小野さん。皆さん、桜井さんのことを信頼してますよ。桜井さんがいるから、この病院は安心して任せられるって。桜井さんの目にわずかに潤みが浮かぶ。ありがとう。励ましてもらったのなんて久しぶり。私、小野さんの前だと、妙に素直になっちゃうのよね。少し照れたような笑みを浮かべる。その表情には、さっきまでの不安な影が薄れ、何か懐かしいような柔らかさが浮かんでいた。俺も思わず安堵の笑みを返す。まるで長い間重たかった何かが少しだけ軽くなったような気がした。午後からの商談は会議室で行われた。新しい医療機器の導入に関する打ち合わせは、和やかな雰囲気の中で進められ、最後は新しい契約書にサインを交わした。これで一段落ですね。桜井さんが満足げに契約書を見つめる。ところで小野さん、今度プライベートでご飯でもどうかしら。予想外の言葉に一瞬時間が止まったように感じた。窓から差し込む午後の日差しが桜井さんの横顔を優しく照らしている。思わずすっとんきょうな声が出てしまう。小野さんの差し入れ、いつも美味しいから、食の趣味が合うんじゃないかと思ったんです。気になるカフェがあるんですけど、一人じゃ行きにくい雰囲気で。まさかこんな誘いが来るなんて思ってもいなかった俺はポカンと口を開ける。反応が鈍かったからか、桜井さんが少し困ったように眉を寄せた。ああ、突然ごめんなさい。もし都合が悪かったら。いえ、そんなことは、ただ驚いただけです。慌てて否定する声が会議室に響いてしまった。もちろん、ぜひ、ご一緒させてください。そのカフェ、俺も気になります。深呼吸をして、今度は落ち着いた声で答える。だが、自分の耳の根元が熱くなっているのを感じた。桜井さんの口元に小さな笑みが浮かぶ。本当？よかった。ここなんですけど。桜井さんはスマホの画面を見せてくれる。おしゃれなカフェの SNS アカウントが載っている。これとか美味しそうだなって。本当だ。これとかも桜井さん好きそうですね。そうなんです。さすが小野さん。本当に私の好みを熟知してるみたい。ああ、偶然ですよ。なんだか嬉しい。私のこと理解してくれているみたいで。桜井さんが目を細め、赤くなった方に手を当てて少し首をかしげた。その仕草があまりに自然で、
逆に胸の鼓動が速くなるのを感じる。あ、そうだ。松本社長にお渡ししたい書類があるんだけど、持ってくるの忘れちゃった。取ってくるから、ちょっと待っててくれる？はい。桜井さんが会議室を出ていく。机の下で握りしめていた手のひらに、じわりと汗が滲んでいた。これってデートかな？どうにも期待してしまう。へえ、プライベートね。香山は腕を組んだまま嘲笑うように言った。その表情には見慣れた高校時代の傲慢さが浮かんでいた。いや、それ以上の何かが、憎しみとも嫉妬ともつかない感情が渦巻いているように見えた。どうやら俺たちの会話を聞いていたようだ。お前さ、相変わらずだな。高校の時から道場買うのうまいもんな。香山は鼻で笑う。親父さん亡くなって家計大変でーとか、お涙ちょうだいな話で先生たちの道場を引いて。ま、今も同じ手使ってるんだ。工場勤務のかわいそうな人って。その言葉には明らかな嫌味が込められていた。俺なんかさ、医者の家に生まれて、ちゃんとした家庭で育ってさ。むしろそれがマイナスだったのかな。誰も同情なんかしてくれないしさ。香山は意地の悪い笑みを浮かべる。まあそういうことだ。桜井さんだってお前のこと同情してるんだよ。どうせお前、所詮は工場の。香山先生。桜井さんの声が鋭く響く。失礼な発言はやめてほしいと言いませんでしたっけ？はいはい。わかりましたよ。まあいいさ。どこまで這い上がれるか楽しみにしてるよ。お前みたいな家庭の人間が。先生、これ以上失礼な発言をされるなら、即刻、懲戒委員会にかけさせていただきますよ。桜井さんの声には怒りが滲んでいた。患者様の診察をほったらかしにして、ここで他人の会話を盗み聞きするような意思が必要だとは思えませんから。香山は舌打ちをしながら会議室を出て行った。その背中からは歪んだ嫉妬と敗北感が滲み出ていた。会議室に重い空気が残る中、桜井さんが申し訳なさそうな表情で俺の方を向いた。小野さん、本当にすみません。香山先生のあんな態度。いいえ、桜井さんが謝ることはありません。俺は静かに首を振った。彼の言ってることは事実ですから。確かに僕は家計を助けるために高卒で工場に就職しました。でも、桜井さんが強い口調で遮った。小野さんは、そんな状況でも一生懸命に勉強して、独学で技術を身につけて、今では多くの患者さんの命を救う医療機器を作ってるわ。それなのにあんな風に、本当に悔しい。彼女の声には、心からの申し訳なさと、同時に俺への深い敬意が込められていた。そんな風に言ってくれて、ありがとうございます。俺は思わず視線を落とした。胸の奥が熱くなるのを感じる。桜井さんの言葉は心に染みた。工場の仕事を選んだことをこんな風に理解してくれる人は少なかった。ただの工場の人間って言われることは多いんです。でも、俺はあの時の選択を後悔したことはありません。言葉を紡ぎながら、ふと母の顔が浮かぶ。夜勤明けでも妹の弁当を作る手。一生懸命家計を支えてくれた背中。むしろ誇りに思っています。人の命を救える仕事に関われること。桜井さんが優しく微笑んだ。小野さんは立派な技術者。そして大切なパートナーよ。最後の言葉に少しだけ言葉が詰まったような気がした。窓から差し込む午後の日差しが彼女の横顔を優しく照らしていた。それから1週間が経った頃、工場内で事件が起こった。大変です。朝一番、品質管理課の社員が息を切らして駆け込んできた。その表情には、今まで見たことのないような切迫感が浮かんでいる。どうした？昨日の夜勤で検査した部品の記録が全部消えてるんです。え？そんなバカな。俺は慌ててパソコンの画面に向かった。キーボードを叩く指が震えている。ログインし、昨夜まで作業していたフォルダを開く。まさか、目の前の画面が現実とは思えなかった。
昨夜までそこにあったはずの何百という設計データが跡形もなく消え去っていた。冷や汗が背中を伝う。これは深刻な問題だ。人工心肺装置の部品には厳密な精度と安全性が求められる。一つ一つの設計データには何百時間もの研究と改良の成果が詰まっている。そして何より、それは人命に関わる重要なものだ。他のパソコンは、同僚が隣の端末を確認する。だが結果は同じ。すべてのデータが消失していた。しかもこれ、桜井病院に納品予定の人工心肺装置の部品ですよね。血の気が引いていくのを感じた。桜井さんの病院じゃないか。工場長。品質管理課の課長が荒い息で事務所に入ってきた。申し訳ありません。大変なことが。落ち着いて報告を。冷静さを装いながら、俺は課長を促した。はい。昨夜の検査データがすべて消失しています。何？工場長として背筋が凍る思いだった。バックアップは？確認しましたが、そちらも破損しているようです。課長の声には明らかな動揺が混じっている。わかりました。俺は立ち上がり、窓の外の製造ラインを見つめた。今この瞬間も200人の従業員が一生懸命働いている。彼らの給料も、会社の信用も、すべて俺の責任だ。全製造ライン、一時停止の指示を出してください。しかし工場長、それは。他の製品の納期にも影響が出ることは承知です。でも今は、品質管理の信頼性を確保するのが最優先。30代という若さで工場長を任されたのは、こういう決断を下すためだ。たとえ会社に大きな損失が出ても、医療機器の品質に一切の妥協は許されない。課長、全部品の緊急点検チームを組んでください。24時間体制で。はい、承知しました。その時、秘書から内線が入る。工場長、桜井病院の桜井様からお電話が。受話器を取る手がわずかに震えた。だが、工場長として、この責任から逃げるわけにはいかない。わかりました。私から直接説明に伺います。その一言には、工場長としての覚悟と、彼女への申し訳なさが込められていた。誰もが事の重大さを理解していた。これは単なるミスや事故ではない。何か、意図的なものを感じる。その時、ふと頭をよぎるものがあった。高校時代に見た、ある削除プログラムの記憶。まさか。ある予想が頭によぎる中で、桜井病院に到着すると、すでに会議室には重苦しい空気が漂っていた。机を挟んで向かい側には、深刻な表情の桜井さんが座っている。小野さん、何があったんでしょうか？申し訳ありません。部品の検査データが。一通り説明を終えると、桜井さんが手にした書類をめくった。次の納品は明日ですね。困ったわ。予定されている手術もすべて延期になってしまう。緊急性の高い患者さんは、退院への搬送も検討しないといけない。でも、受け入れ先を見つけられるかどうか。その時、会議室のドアが開く音が鋭く響いた。加山がゆっくりと入ってくる。その口元には意味ありげな笑みが浮かんでいた。勝ち誇ったような、あの高校時代から変わらない表情。やっぱりな。加山は意味ありげな笑みを浮かべる。小野の工場なんかに任せるから、こんなことになるんだよ。加山先生、またこんなところに来て。桜井さんが静止するように声をかけるが、加山の表情は崩れない。むしろ、より深い笑みを浮かべた。いや、これは由々しき事態です。患者の命がかかってるんですよ。加山は、まるで準備していたかのように、よどみなく話し始めた。こんなずさんな管理体制の会社に、うちの医療機器の部品を任せているなんて、所詮町工場の限界ってところかな。その瞬間、俺の頭にひらめくものがあった。加山の優越に満ちた表情を横目に、俺はパソコンを開き、黙々と操作を始める。少し、お時間をください。ええ。キーボードを叩く音だけが、静まり返った会議室に響く。加山の目が、わずかに細められる。その表情には、もがいても無駄だという思いが、はっきりと浮かんでいた。そして、ありました。
これは？桜井さんがパソコンの画面を見て首をかしげる。システムログです。昨夜外部から不正アクセスがあることがわかります。そして、画面をスクロールする。この IP アドレス、桜井病院のものですね。それって、桜井さんが画面を覗き込む。確かに、これは当院の IP ですね。彼女は何かに気づいたように、自分のパソコンを取り出して作業を始めた。しばらくして、桜井さんの表情がこわばる。このアクセス、医局の専用回線からのものです。昨夜の深夜2時。しかも、彼女は病院のセキュリティログを確認しながら続けた。この時間、医局のフロアに入室記録があるのは、香山先生、あなただけですね。香山の顔から血の気が引いていく。それが何の証拠に？その時、俺は気づいた。データを消去する手法が、高校時代に見たものと酷似していた。香山、俺このプログラムを覚えてるぞ。画面に表示された削除プログラムのコードを指さす。高校の文化祭で、お前が作ったデータ消去プログラム、プログラミング部の展示で、完璧な証拠隠滅って名付けてたよな。香山が息を飲む音が聞こえた。まさか、それを覚えているのか？ああ。当時、プログラミング部の部長だった君は、データを完全に消し去れる特殊なプログラムを開発して、みんなを驚かせた。消去時の独特のパターンは、君にしか作れないはずだ。さらに言えば、俺は慎重に言葉を選んだ。データが消えたのは、うちの工場の製品の中でも、特に桜井病院に納品予定だった部品の検査記録だけ。これは偶然じゃない。この案件を知っていて、かつ、病院のシステムにアクセスできる人物。香山先生。桜井さんの声が凍りついた空気を切り裂く。説明していただけますか？いや、これは。香山。俺は静かに続けた。このデータは、さっきお前が言ったように患者さんの命がかかっている大事なものだ。もし、消したのではなく隠しただけなら、返してくれるか？何を？俺は信じている。お前はデータを消したりなんてしていない。会議室に重い沈黙が落ちる。香山はうつろな笑みを浮かべながら、ゆっくりと口を開いた。お前の周りにはいつも人がいたよな。香山の声は苦々しさと羨望が入り混じっていた。俺の周りにも人はいた。医者の家系だからって、金があるからって、遊びに誘ってくる奴ら。勉強できるからって、テスト前だけ近づいてくる連中。香山の拳が震える。昼休みだって、いつも誰かいたさ。でもあいつらの目は、俺を見てなかった。財布を見て、家を見て、点数を見て、静かな怒りをにじませながら、香山は続けた。なのにお前は違った。誰かが困ってたら、自分の弁当も分けて、テスト前もできない子に教えて、うちの病院に来る患者の子供たちにも、いつも優しく話しかけて、いつも仲間が周りにいて、その声には、憎しみと羨望が混ざり合っていた。俺の方が恵まれてるんだぞ。いい家に生まれて、医者になれて、大病院で働いて、なのにどうして、突然立ち上がり、机を叩きつける。今だって俺の方がすごいはずなんだ。親父みたいな町医者じゃない。大病院の医者だ。それなのに。声が震え始める。まっすぐなお前を見てると、惨めで情けなくて。香山は両手で顔を覆った。工場の人間のくせに、純粋に患者のことを考えて、誰からも信頼されて、桜井さんにだって。その時、俺は静かに言った。香山、人は、地位で人を信頼するわけじゃない。君のお父さんは立派な町医者だ。あの地域の誰もが信頼してる。それは、人として、医者として、純粋に患者のことを思う心があるから。香山の目が大きく開かれる。昔の君も同じ心を持ってたはずだ。運動会の時なんて、救護班として走り回ってた。熱中症の子を見つけたら、真っ先に駆けつけて応急処置して。
俺は少し言葉を詰まらせる。体育館裏で足首をひねった一年生。君が包帯を巻いてあげて保健室まで背負っていった。あの子、今でも香山先輩のおかげでって言ってるよ。香山の肩が震え始めた。それに深く息を吸う。俺は君のことを親友だと思ってた。昼休みに医学の夢を語り合って、放課後は一緒に自習室で勉強して、香山の目から大粒の涙がこぼれ落ちる。君が教えてくれた問題の解き方、今でも覚えてる。ここをこうやって考えるんだって熱心に教えてくれて。香山の声が震える。俺も本当は。両手で顔を覆い、肩を震わせる。小野のことを親友だと思ってた。なのに嫉妬なんかして、人の命より自分の見栄を。医者のくせに、俺は医者失格だ。なんてことを。俺は香山の肩に手を置いた。まだ間に合うさ。君には人を思う心がある。それは昔から変わってない。香山は顔を上げ、かすかに微笑んだ。それは高校時代のような純粋な笑顔だった。俺バカだよな。お前こんな俺のこと許すのか？こんな卑劣なことしたのに。香山は涙を拭いながら自重気味に笑う。ああ。簡単に許すなよ。俺の返事に香山は少し苛立ったように言い返す。データ消して患者さんの命まで危険にさらして、それでも許すのか？許すさ。なんでそんな。お前の本当の心を知ってるからだよ。香山はうつむく。俺に本当の心なんて。今だってあるさ。さっきの涙を見ればわかる。涙なんて。俺は静かに遮った。香山覚えてるか？高校の時、父が亡くなった日のこと。香山の体がこわばる。お前、一晩中俺の家にいてくれただろ。一人にはさせないって。あれは。そして翌日、お前のお父さんが診察代を分割にしてくれた時、お前もそばにいて、母にお金のことは心配しないでって。香山は黙り込んだ。だからわかるんだ。お前の中には、まだあの頃の優しさが残ってる。人を思う気持ちが。でも俺は、人は間違える。でも、それを認められる人は強いんだ。香山は長い間黙っていた。そして、ようやく顔を上げると、その目には決意の色が浮かんでいた。小野、俺やり直したい。本当の医者として、人のために。それは、高校時代に戻ったような純粋な瞳だった。今から工場に謝罪に行きます。あと、データは小野の言う通り消してない。だから復元できる。すぐに戻します。香山、ありがとう。礼を言うなんて、お人よしだな。香山が力なく笑う。だが、その笑顔は心からのものだった。俺も笑顔を返す。その時だった。かすかなうめき声が聞こえた。突然、桜井さんが胸に手を当て、苦しそうな表情を浮かべていた。桜井さん？急いで駆け寄るが、彼女の体はあっという間に床へ倒れ込んだ。どうしました？胸が、痛い。締め付けて。その声は、か細く震えていた。冷や汗が彼女の額を伝っていく。あっという間に桜井さんは意識を失った。救急、今すぐ救急を。香山の表情が一変し、医師としての眼差しに戻っていた。胸ポケットから内線を取り出し、どこかへ電話をかける。心電図、早く。香山の指示で医療スタッフが次々と駆けつける。モニターには不安定な波形が表示された。香山の表情がこわばる。心筋梗塞の疑いだ。緊迫した面持ちで告げた。緊急カテーテル手術が必要です。今すぐに。看護師たちが次々と内線を取り出し、当直員に電話をかけ始める。循環器の山田先生は別の救急対応中。佐藤先生は学会で。藤井先生はまだ連絡が。焦燥に満ちた声が行き交う中、心電図モニターが不吉な音を鳴らし始めた。桜井さんの意識が徐々に遠のいていく。このままじゃ、俺がやる。その時、香山の声が静かに、しかし力強く響いた。
俺しかいない。香山の声には迷いがなかった。研修医の時から何度も見てきた手術だ。父の元でも実際に執刀経験がある。今この時のためにずっと準備してきた。その目には高校時代の傲慢さも昨日までの迷いも見当たらない。あるのはただ一つ。目の前の命を救おうとする医師としての純粋な覚悟。手術室の準備を。はい。心電図、バイタル、全部持って。了解です。香山の号令のもと、医療スタッフが素早く動き始める。香山。俺の声に彼は振り返った。桜井さんを必ず。あ、約束する。香山の目が強く輝いた。それは医師として新たな一歩を踏み出そうとするものの、揺るぎない決意に満ちていた。桜井さんを乗せたストレッチャーが廊下を疾走していく。その後ろ姿に俺は一生懸命声をかけた。必ず戻ってきてください。人生でこれほど長く感じた時間はなかった。2時間後、手術室の前で俺は祈るような気持ちでランプを見つめ続けていた。その間、スタッフが何度か声をかけてきたが、ここを動くことはできなかった。そしてついに手術室のランプが静かに消えた。扉が開き、香山が姿を現す。その白衣には大きな汗のシミができていて、額には疲労の色が浮かんでいた。しかし、その表情には確かな光があった。手術、成功だ。その言葉を聞いた瞬間、これまでこらえていた感情が一気に溢れ出した。よかった。本当によかった。俺は思わずその場にしゃがみ込んでしまう。目の前が熱くなり、視界が潤んでいく。心の中で何度も何度も、ありがとうという言葉を繰り返していた。おい、泣くなよ。香山が昔のように肩を叩いてくる。その目には、かつての親友の優しい光が宿っていた。彼もまた、感動を抑えきれない様子で、目を少し赤くしている。香山、ありがとう。声が震える。彼は小さく首を振った。礼なんていいんだ。これが医者の仕事だからな。その言葉には今までにない重みがあった。手術室から出てきた看護師たちもみんな笑顔を浮かべている。中には目頭を押さえる者もいた。命が救われた瞬間の喜びはこんなにも人の心を揺さぶるものなのか。バイタルも安定してます。心電図の波形も正常です。お疲れ様でした、先生。スタッフたちの声が香山に向けられる。その声には確かな信頼と尊敬が込められていた。廊下の窓から夕暮れの優しい光が差し込んでくる。俺は立ち上がり、深く息を吐いた。まるで悪夢から覚めたような、そんな感覚。同時に、これほど清々しい夕暮れは見たことがないとも思った。彼女なら、きっとすぐに目を覚ますよ。香山の言葉に、俺は強くうなずいた。この2時間は、俺たちの人生の中で最も長く、そして、最も意味のある時間だったのかもしれない。看護師たちが彼女を病室に移す準備を始める中、俺と香山は黙って並んで立っていた。言葉にはできない感情が二人の間に流れていた。高校時代の親友同士に再び慣れた気がした。看護師や香山が病室を出て、俺と未だ眠っている桜井さんだけの空間になる。病室に差し込む夕日が白いカーテンを淡く照らしていた。俺は椅子に座ったまま、桜井さんの寝顔をずっと見守っていた。かすかな声とともに、桜井さんの指先が小さく動く。桜井さん？俺は思わず体を乗り出す。ゆっくりと、その長いまつげが揺れ、目が開いていく。ああ、よかった。本当によかった。声が震える。目の前が潤んでいくのを止めることができなかった。彼女と目が合う。シュート？その一言で時間が止まったかのように感じた。今、俺のことを名前で呼んだ。俺がわかるのか？うん。シュートね。どうして私はここに。私。そうだ。忘れてたのね。あなたのことを。息が止まる思いだった。桜井さんが。いや、ゆかりが思い出したのだ。俺のこと、俺との日々を。
そう、俺と彼女は恋人同士だった。出会いは10年前。その日は雨上がりの午後だった。町工場で働き始めて2年目の俺は、地元の商店街で偶然、彼女と出会った。病院に勤め始めたばかりの彼女は、古い医学書を探していた。すみません。この辺りに古本屋さんってありますか？柔らかな笑顔で話しかけてきた彼女に、俺は一目で心を奪われた。それから自然と二人の距離は縮まっていった。彼女の休憩時間に差し入れを持って行ったり、休日には映画を見に行ったり、穏やかな日々が続いていた。だが、その幸せは長くは続かなかった。私ね、心臓が悪いの。ある夜、病院の屋上で彼女が打ち明けた。生まれつきの心臓疾患。これまでの治療では完治が難しく、余命は長くても5年。でも私は諦めたくない。もっと生きたい。シュートと一緒に。その夜、俺は決意した。彼女を救うため、心臓の医療機器の研究開発に全力を注ごうと。幸い、俺の勤める工場は医療機器の開発を行っていた。工場の片隅で毎日遅くまで図面を描いた。医学書を読み漁り、専門家に会いに行き、独学で勉強を重ねた。上司も俺の熱意を認め、会社としてプロジェクトを立ち上げてくれた。小野くん、君の設計した部品なら、新しい人工心臓の開発に使えるかもしれない。大手医療機器メーカーの技術者が、そう言ってくれた時は涙が止まらなかった。そして5年、ようやく新しい医療機器が完成した。会社もその技術力を認められ成長していった。手術は成功した。彼女の命は救われた。でも、手術の後遺症で、ここ数年の記憶が抜け落ちてしまったみたいです。医師からの告知に膝から崩れ落ちた。それでも、彼女の近くにいたかった。たとえ俺のことを覚えていなくても、主治医は言った。突然記憶の断片が戻ると、混乱を招く可能性があります。当面は刺激を避けた方が。だから決めた。恋人だった事実は、胸の奥に封印することにした。彼女を混乱させたくなかった。だから、会社の担当者として、彼女の病院と取引を始めることで接点を持った。差し入れは、昔と同じ和菓子屋で買った、彼女が好きだった焼き大福を。懐かしい味がする。と言って笑顔を見せる彼女に、切なさを感じながら、5年前の約束、必ず助けるから、その約束は果たせた。でも、俺たちの記憶は、彼女の中から消えてしまった。それでも、彼女が生きていてくれることが何より嬉しかった。それだけで十分だと思っていた。一緒に過ごした日々のことは、俺一人の記憶として抱えていく。それが、彼女のために俺ができる精一杯の愛し方だった。なのに今、彼女が俺の名前を呼んだ。呼び方は5年前と同じように。シュート。もう一度、その声が響く。まるで5年前から時が止まっていたかのように、優しく懐かしい声。この頃、記憶があやふやになることが増えてて、でも、それは単なる疲れじゃなかった。彼女はゆっくりと続けた。体が、昔の記憶を取り戻そうとしていたのね。ゆかり、声が出ない。喉の奥が熱くなる。ごめんね。5年も待たせてしまって。ゆかりの方を大粒の涙が伝う。あの日、雨上がりの商店街で、私が医学書を探していて、シュートが教えてくれた古本屋さん。そこで見つけた本が、すごく役に立ったの。懐かしい記憶が次々と蘇っていく。それから、よく病院に来てくれたよね。いつも美味しいものを持って。覚えてるんだ。ええ。休憩室で食べたお弁当も、映画館でこっそり食べたポップコーンも全部。震える声で、ゆかりが続ける。心臓の病気のこと、打ち明けた夜のことも、屋上で。その時のシュートの顔も思い出した。窓から差し込む日の光が、彼女の瞳を輝かせる。それからシュートは、一生懸命研究を始めてくれた。君を
助けたかったんだ。声が震える。もう抑えることができない。こんな町工場の人間に何ができるって散々言われた。でも諦めたくなかった。シュート。毎日毎日図面を描いて、失敗して。でも君のことを考えると、立ち止まれなかった。気がつけば、頬を伝う涙が止まらなくなっていた。会社は大きくなって、周りからは成功者って言われた。でも、言葉を絞り出す。君が記憶をなくして、俺のことを忘れて、どんなにお金があっても、功績を称えられても、君の笑顔がなければ何も意味がなかった。シュート。それでも、君が生きていてくれることが嬉しくて、それだけで幸せだって。嘘つき。ゆかりが静かに遮った。シュートの目、寂しそうだった。ちょっと前の私にはわからなかったけど、今ならわかる。彼女の手が、そっと俺の方に触れる。私のために、5年もずっと待っていてくれて。ゆかり。思い出せて本当によかった。シュートのこと、私たちの思い出全部。彼女の瞳に新しい涙が浮かぶ。でもそれは悲しみの涙じゃない。ごめんね。本当にごめん。それとありがとう。その言葉に堰を切ったように感情が溢れ出す。ずっと言いたかったんだ。震える声で10年分の思いを告げる。おかえりゆかり。ただいまシュート。二人の方を伝う涙が窓からの風に流されていく。看護師が病室に入ってきたのは、それからしばらくしてからだった。あら、看護師は手に持っていたカルテを落としそうになる。桜井さん、もしかして記憶が。ええ、ゆかりが満面の笑みで答える。シュートのこと、私たちのこと全部思い出したの。それは、看護師の目も喜びで潤んでいた。よかった。本当によかった。その声に、病室の外にいた医師や看護師たちが次々と集まってきた。みんなが口々に祝福の言葉を投げかけてくる。桜井さん、おめでとう。よかったです。小野さん、本当によかったですね。祝福の輪の中心で、俺とゆかりは見つめ合う。彼女の手がそっと俺の手を握る。温かい。昔と変わらない優しいぬくもりだった。それから1ヶ月が経った頃、病院の中庭では満開の桜が咲き誇っていた。おの、加山が声をかけてきた。彼の表情には高校時代の傲慢さはもう残っていない。桜井さんの手術の件、本当にありがとう。深々と頭を下げる加山に、俺は戸惑いを覚えた。いや、手術をしたのは君だろ。違う。加山は首を振った。お前が開発した医療機器がなければ、あの手術は成功していなかった。それに、一瞬言葉を詰まらせる。小野は、俺に大切なことを教えてくれた。大切なこと。ああ、人を救うってことは、地位や名誉のためじゃない。目の前の命のために、できることを精一杯やることなんだって。加山の声には確かな重みがあった。この1ヶ月、いろんな患者さんと向き合ってきた。見栄のことなんか考えずに、純粋に医者として。そしたら、なんだか患者さんの顔がはっきり見えるようになった。痛みや不安を抱えた表情が心に響いてくる。加山は桜の木を見上げながら続けた。父さんも喜んでくれてる。やっと本物の医者になれそうだなって。そうか。加山が穏やかな笑みを浮かべる。高校の時から不思議だったんだ。なんでお前の周りにはいつも人が集まるんだろうって。今ならわかる。君はいつも相手のことを真剣に考えてた。俺みたいに見返りを求めるんじゃなくてな。これからは、俺も、小野のようにありたいって思う。その言葉に、胸が熱くなった。その頃、松本工業でも変化が起きていた。ゆかりの手術に使用された新型の医療機器が世界中から注目を集めるようになったのだ。小野くん、アメリカからも引き合いが来てるよ。社長が嬉しそうに報告してくれる。世界の患者さんの命が君の技術で救われる。すごいことじゃないか。
確かに、会社の業績は右肩上がり。しかし、俺にとって最も嬉しかったのは別のことだった。休日の午後、ゆかりと二人で過ごす時間。いつもの和菓子屋で焼き大福を買って、近所の公園のベンチに座る。シュート。ゆかりが俺の肩に頭を寄せてくる。私ね、記憶をなくしてた時も、なんとなく感じてたの。え？シュートの優しさ、一緒にいる時の、あの温かな眼差し。頬が熱くなる。最初は不思議だった。なんでこんなに安心できるんだろうって。ゆかりは焼き大福を手に持ったまま遠くを見つめる。商談の時も初めて会ったはずなのに、自然とシュートのことを信頼していた。微笑みながらゆっくりと告げる。今ならわかる。記憶はなくしても心は覚えていたんだね。シュートのことをずっと愛していたから。ゆかりの言葉に5年の時を超えた思いが込められているのを感じた。5年間、寂しかったでしょ？ゆかりの声が震える。それなのに、私のそばにいてくれて、私が思い出すのをずっと待っていてくれて。目元が潤んでいく。ゆかり。ねえ、シュート。ゆかりがまっすぐに俺の目を見つめてくる。その瞳には、かつての輝きが戻っていた。もう二度と離れたくないな。その言葉に心臓が高鳴る。5年分の思いが一気に込み上げてくる。俺もだよ。ゆかりの手を強く握りしめる。暖かい、昔と変わらない優しいぬくもり。青空には大きな雲が流れていく。まるでこれまでの辛い記憶を洗い流すように。シュートとの記憶は私の宝物だから、ずっと大切にしたい。うん。ゆかりの方を一筋の涙が伝う。でも、それは悲しみの涙ではない。5年の時を超えて、やっとたどり着いた幸せの涙だった。それから半年後、松本工業の新社屋の前で、ゆかりが俺の腕に白いブーケを添えていた。純白のウェディングドレス姿の彼女は、この上なく美しく輝いていた。おめでとう。加山を含め、大勢の人々が祝福してくれる。かつての同級生たち、病院のスタッフ、工場の仲間たち。みんなの笑顔が春の日差しのように暖かい。ここまで来れたのは、人を思う気持ちは必ず相手に届くということ。たとえ記憶をなくしても、心は覚えているということ。それを忘れなかったからだ。そして何より、幸せは、お金や地位ではなく、誰かのために全力を尽くすことから生まれるということも。ゆかり。ありがとう。私の方こそ。ゆかりが幸せそうに微笑む。シュートのおかげで、私生きていられるもの。違うよ。俺は彼女の手をそっと握った。君がいてくれたから、俺は強くなれた。諦めずに頑張れた。ゆかりの瞳が潤んでいく。これからも一緒に歩いていこう。うん。二人の誓いに桜の花びらが祝福のように舞い散る。後日、加山からメールが届いた。ゆかりさん、改めておめでとう。実は、アメリカの医療機関から君たちの開発した医療機器を使った手術の指導依頼が来ているんだ。今度は俺が世界の人々の命を救う番だと思う。本当の医者として精一杯頑張るよ。また会おう。その時はもっと成長した俺を見せられると思う。その言葉に懐かしい記憶が蘇る。高校の廊下で加山と将来の夢を語り合った日々。あの頃の純粋な思いは今確かな形となって実を結んでいた。シュート何見てるの？ゆかりが肩越しにスマートフォンを覗き込む。加山からのメール。へえ、彼も随分変わったわね。うん。でも、それって当たり前よね。ゆかりが優しく微笑む。人は誰でも愛されることで変われるもの。シュートが私にそれを教えてくれたように。その言葉に胸が熱くなる。確かに、この10年で多くのものが変わった。会社も、人々の関係も、そして俺たち自身も。でも、変わらないものもある。誰かのために頑張りたいという思い。
大切な人を守りたいという気持ち。それは、どんなに時が流れても、人の心に宿り続ける永遠の光なのかもしれない。窓の外の桜の花びらは、二人の眼差しのように優しく舞い、新芽を揺らしながら空へと登っていった。まるで、二人の人生にこれから芽吹く無限の可能性を示すかのように。これからも人生には波が訪れるだろう。でも今は波を乗り越える術を知っている。ゆかりの手の中に答えがある。ぬくもりと強さと、そして愛と。なぜなら本当の幸せとは誰かのために生きること。そしてその思いが確かに届くということを俺たちは知っているから。